んにちは。こんにちは。ついにお水ができました。釣り岡生き物係。大きい水槽の部。でかかよね、マジね。で、お水ができた、なぜできたかというのが分かりますと、というと、緑の苔が生えました。はい、まだ一応掃除はしてないんですけど。あ、本当やね。緑の苔が生えました。あ、これが整ったって証ってこと？すっげえ簡単に言いますね。水の中に例えば餌とかなんか糞とかが腐るとアンモニアが出るんですよ。アンモニアが微生物の栄養になって、で微生物の栄養になった糞が苔の栄養になるんですよ。なるほど。で苔が生えると微生物がちゃんと分解してくれたよっていう簡単な感じに言うとそんな感じです。公爵はよけはよ。反対長いわ。もうはい、てな感じで、ついにお魚さんが到着しました。これから買うお魚が届いたってことね。ついに、はい、そうです。じゃあ見せてもらっていいですか？そうです。全然違う。はい。まあ一番最初言ってたんですけど、ガーバイク。見たか。ガーを買いました。ガーを。はい。じゃあ開けますね。はい。オープン。パカッ。これ北海道で温めてあるよ。冬だと入れてくれるんですよ。はい。開けますよ。オープンな。何年の新聞で。よかけはよいる。かわいすぎる。ダツ？で、ガー。さより？ガー。でこいつだけ思ったよりちっちゃいな。ケツの水温番合わせんばろ一回。はい。うわー、尻尾きれいさ。これはマンファリちゃんです。マンファリ。これが雪があれよね。他のガーと違って目がサイコパスのことしとるって言った。それはアリゲーターが。じゃあ前で動画で簡単に説明してるので、もう先に水温の合わせをします。あ、水槽の蓋も買いました。じゃあ後ろ見て、みんな期待してね、これ合わせて。はい、終わらんかなーって顔しとるんですね。何もされない。はい、じゃあまず水温の合わせからいきますね。はい。すげえ。はい。まだちょっと元気ないですね。はい、続いて一緒やろ？全然違う。違う種類も買ったと？全然違う種類です。一緒に買っても大丈夫なやつ。全然違うことはないやろ。でもいや、全然違うです。こいつが多分トロピカルジャイアントガーっていう種類で、その中でもなんか種類あるんですけど、それの大まかな名前がね、いろいろあるもんね。なんか熱帯魚とかね。それのお父さんとかお母さんがその中でもちょっと違う種類の掛け合わせっていうことで、なんか証明書がついてきました。なるほど。ニカラグアガーとかなんかいろいろちょっと書いてきます。でもこの子ちょっとちっちゃいけんいじめられそうで怖いな。思ってたよりちっちゃい。そういうとのあったね。やっぱサイズでの肉食魚はちっちゃいと普通に食っちゃうかもしれないんで。はい、次はロングノーズガーです。はい、よくばかりで。でれーきたー。こいつでも確かにちょっと長いダツっぽいね。これ見て。これフンって言うんですけど、違う、くちばしのことね。これがね一番長か種類なんですよ。全部一緒のことしてる。全然違うんですって。はい、入れますね。見え順調に前に入れていこうよ。でね、どのくらい鳴らすまで必要かと？これはあと2時間ぐらいですよ。そんなに？なるほど。とりあえず水温合わせるのに30分、水合わせに1時間。水合わせて何すると？水性酸性アルカリ性を合わせます。タピオカ種類や。ほら、おいタピオカ種類や。ほらほら、餌やっつって。いける。一発でこれ飲めると。もうら。でも可愛いかね。めっちゃ可愛いかんですよ。可愛いか。はよ、餌食うとこ見たか。でもね、本当は今日は餌食べてほしくないですよね。ストレスがかかってるんで体に。でも食べたい。こいつは食うね、多分。食うやろうね。こいつ食うやろうね。小さかサオバ作っとかんばいいか。こら。でもこいつら人に懐きますよ。餌くれダンスする。こうやって。はよサシューダンス。タイマーして、はい、待ってまた。そうですね。はい、立ちました。立たない。30分後お楽しみに。はい、30分経ちました。立たない。はい。あともうちょっと。13秒、12秒、11秒、12秒。はい、水合わせが
もう終わりますね。みんな飽きて上に行っちゃいました。スプラトゥーンをしてます。はい。水合わせ。水合わせですね。先生できた。できた。はい。ということで、これからが水合わせ。そうです。オッケー。はい、ちょっと前の動画この金魚入れる時も簡単に説明したんですけど、まずもともとこの水とこっちの水槽の水温度違うから、温度を合わせましょうで、これ今温度合わせて、なるほどね。でこの後は水質アルカリ性酸性中性とか、そういうのが違う可能性が高いので、それを合わせますと。まあ簡単に言うと水を混合していくっていうことよね。そうですね。どんどん水槽の水に近づけて、水槽の水に入れても元気なようにするっていう作業です。オッケー。で金魚の時はもう袋のままベッてやったりとかしてたんですけど、今回はまあそんなに、そういうのにちょっと弱いかもしれない魚っていうことかな。めちゃくちゃ強いんですけど、水質には。でもちょっとそこは過保護でいきたいと思います。怖かけね、なんだかんだ生き物はね、強いとか言われても正直わからんやん。生きとくだけでね、めっちゃ嫌がってるかもしれない。喋れんけんさ。わかる。せめてもの配慮をしてやるのは大事と思う。飼い主の責任だと思いますよ、それは。ここまでして例えば死んじゃったりなんだりとかしたらしょうがないって言えるとこまでやった方がいいとは僕は思います。うんね、なんかこんな感じで各種類分けられてるようでございます。ではまずこの子たちを、別々にちょっと、はい、入れてきます。よいしょ。ようやく開封。そうですね。こいつら体硬いんですよ。普通の魚とかより全然。よし、じゃあ入れますよ。こいつがロングノーズですね。ほり。うわ、かわいい。じゃあとこのトロジャンでいっか。ほぼトロジャンの人。でもね、こいつがちょっと思ってたよりちっちゃすぎたので怖いです、今んとこ。これね、同じような種類飼ったことある人なら分かると思う。このサイズさ、いじめられたりとかしたら1日でね、いじめ殺されたりとかあるから、なんか仕切りでなんかできたらいいかもしれないですけどね。かもね。はい、あ、水あったかい。いいね。はい、でこれがトロピカルジャイアントガー。はい、一番ちっちゃいのにジャイアントです。で最後、僕の一番の憧れマンファリちゃんでございます。あ、それが一番でっかいやつやったっけ。そうです。なるほど。ガーって意外といろんなところに住んでたりするんですよ。でもどこだっけな、キューバの方での決まったところにしか住んでない種類で、このマンファリっていうのが、ガーって基本なんだろう、茶色黒とかそういう色なんですけど、こいつはグリーン色なんですよね、唯一で。やっぱり貴重だから高いんですよね、値段も。これがやっぱり高校生の時は高くて買えませんでした。はい、ちょっと浅いけど大丈夫だな。はい、とりあえず今この3匹を移し終わりました。でここからお水を合わせるんですけれども、水の合わせ方なんですけど、こちらのブクブクとかに使うエアチューブ、エアホースを使います。これで、要は水槽の水をちょっとずつこのバケツに入れて、どんどん水槽の水に近づけてあげるっていう作業なんですね。でどうやったらまず適当な長さにエアホースを切ります。はい、で同じような長さのホースを3本作りました。はい、でやり方なんですけど、抜け柵を買うときに、一方向買ったじゃないですか。あれ持ってる人はあれの方が多分楽だと思うんですけど、僕は持ってないので、ぶっちゃけいつもやってたやり方をします。それはまず水槽にこのホースをこう入れますね。ここからね、汚いと思われるかもしれないですけど、僕片方、はい、方面はこっち、で片方はマウス。なるほど。はい、いきますよ。はい、せーの。でこれで水がこう出るんですよ。でもこれだと、これでも多分ガーは大丈夫くらいかもしれないんですけど、ここから縛ります。で縛って縛るとどんどん水が弱くなるんですよ。なるほど。こうやってこれでこんぐらいかな。はい、これをポンって入れてきます。はい。ちなみにこれ放水の原理って言います。サイフォンじゃないですか。サイフォン、それ英語版やろ。あ、そうなんですよ。熱帯魚だとサイフォンってめっちゃ使うんですよ。
サイフォンの原理を利用したやつで、同じようなのを全部にしていきます。はい。まあ、できるだけやっぱ水は少しずつの方が魚にダメージは少ないです。さっき徳ちゃんが言ってくれてたんですけど、こう一気にこう水を変えると毒ガス入れられてるような状態になるのと、多分人間だと同じようなことになると思うんですけど、そうだね。はい、こんな感じですかね。なるほでこれでだいたいまあちょっと余裕持ちたいんで、1時間から1時間半ぐらいなるほど。で、多分この水が上がってきたら捨てるかもうこの中に戻していいと思うんで、本当はダメっていう人もいるんですけど、まあそれを繰り返してもともとある水をもうほぼゼロにできるだけ近くして、中身を全部この水にするようなイメージでやっていって、ついにガーサンを入れます。ね、まあちなみにもう一点多いから言ってよかったな。これ今こうやってね、まあこいつはちょっとあれけどエアーがない状態や。でもこいつは肺呼吸やけんが大丈夫というね、このままにしとっても酸素が全然ね、はい、分からん人がさ、魚って考えた時に確かに思うかなと思って、ナイス。そうこうちょっと伝えておきました。はい、普通の魚のエラ呼吸もできるし、普通両方いけるとね。両方いけます。両方あ待ちましょう。待ちましょう。はいはい。さらに今度は1時間から1時間半、はい、もしくは2時間後そう多分何時間でもかけれればかけれる方がいいと思います。そりゃあ付き合う場合。よし、じゃあ、カメラここに置いて、はい、また待ちましょう。はい。はい、それではお待ちください。お待ちください。はい。はい、1時間半から2時間ほど経ちました。まあお水がこんな感じでそうですね、いい具合に中和したのではないでしょうか。ガーはだいぶもともと強い魚なんで多分大丈夫だと思うんですけど、で一応このマンファリは、多分金魚余裕で食べれるサイズなんですけど、本当は新しく魚入れる場合1日は餌を食べない方がいいんですけど、まあちょっと隔離する手段がないので、まあしょうがなしということで、はい、で多分食べるシーンもすぐ取れると思います。多分こいつめっちゃ食い気ある感じなんで、まあなんか緊張しとって喉に詰まらせたりとか、そんな感じのやつ吐いたりとかするんですよ。やっぱりストレスが体に入ってるんで。じゃあ一番どうしよう、ちっちゃいのから入れます。こっちから入れる。じゃあマンファリ入れていきます。ちゃんとね網がね大きいのないので。おとなしいね。かわいいよ、おとなしい。ごめんよ。よし、はい、じゃあ入れますよ。はい、お願いしまあ、金魚寄ってきたよ、早く。はいと入れ。す。おーっと広いうちにだいぶそこ行ってるなね。ちょっとやっぱ警戒っていうかね、多分ストーンって落ちたね。ストレスですね。ストレスなんでストーンって落ちたね。本当はここ水面の方にいる魚なんですけど、金魚の方が。金魚の方寄ってってますね。ほら。威嚇でカーってしたとやろね。ちょっとねガラスがこけてて汚いのはご了承ください。多分まだよく分かってないんでしょうね、ここがどこだか。抜け柵の時と多分一緒です。第二の抜け柵やね、これ。空気吸いに行きたいのかな多分。これ肺呼吸こいつ。肺呼吸もします。もうするんだ。はい、エラもする。多分今空気吸いに行きたいです。ほら、おいしょ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 。コポってするんですよ、コポって。見たい見たい。本当だ。ほら、本当や。うわすげえ。空気吸ったね今ね。こいつ何センチぐらいになると？自然界だと 1.5 メーターとか。マジ？飼っててもうでかくしようと思ったら1メーターとか。普通に飼ってて多分7、80センチとかじゃないですか。水槽入りきらんくなるんじゃない？水槽がちっちゃいけん大きくならん。まあいずれは水槽でっかくしたいですけど。60センチぐらいになっていく気もいっぱいいっぱいなとこ90ない。いやこれ多分45も持たんと思います。そうや、そういうそこかよババ。ガーの場合は水槽の奥行きが一番重要なんですよ。体硬いから。だから本当の理想は体長の3倍の奥行きがある水槽で飼うのがいいんですよ。まあでもそんな人は多分この世にいないのでほとんど。じゃあお次は。はい、お次はじゃあ浮いてるのでこいつから。さよりやね。こいつもすんなりいったね。いったね。お願いします。おーい、お願いします。いきまーす。あ、こいつは浮いてるね結構。あいつが何やったっけ？金魚食いきらんや。こいつはメダカっすねまだ。
これはトロジャンでいいです。トロじゃん。トロジャン。ほら尻尾のところなんかビヨンって上に伸びてるじゃないですか。あれ子供の時だけにあるんですよ。このベルベルベルってなるやつだろ。ブルルってなりやるやつ。名前があるんですけど忘れました。可愛いか食う動きではないですねまだ。なんかねさ水慣れさすときはさ、おりゃおりゃーって言ったけどね、こいつね。やっぱちょっと水質の違いとかなんかあったかな。ある。多分水合わせしてる時にやっぱりちょっと水温下がってるんで、1度2度ぐらいは動きにくくなったとかな。多分そのせいだと思います。もう一匹入れましょうか。じゃあ俺のめちゃくちゃお気に入りちゃん、シルエットはこいつが一番好きですね。はい、じゃあはい、お願いします。ロングノーズガーです。よし。入るよあ、そいつ本当やね。そいつ綺ほら麗。あ、そいつかっこいい。ね。あ、でも沈んでいったね。最初は怖いとか、あ、確かにそいつがかっこいいね。カジキのことしては喧嘩せんとこいつら。喧嘩はガーはほとんどしないですね。こいつがマンファリでこいつがあっちがマンファリやなかったいや違います。これがロングノーズガーですあっちな。これがトロピカルジャイアントガはー。詳しく言えば違うけどハイブリッドってやつですね。いろんな魚のこの愛嬌ある顔見て、かわいすぎるもん。なんこいつ。こいつら生き餌だけじゃなくて人工のザリガニの餌も食う。ザリガニの餌は食べないです。その何でもよかったわけじゃないです。来た瞬間の性格的にはこいつがやっぱ一番食い気はありそうな感じですけどね。あ、でもこいつもめっちゃ狙ってる。ラットとかなん刺すとかね。ささ全然こうピッチクパッチクこう金魚からされようけど大丈夫と狙っとランクね。いや狙ってるっすこれは。マジ狙っとくけど大きくて食えないなーって思ってるとこです。ああピッチクパッチクされてこいつも気になっとるんですよ。この上のも気になってはいるけどみたいな。鼻の先は金魚ツンツンしてる。はいピッチクパッチクパッチクパッチクされてるっすもんね。餌の数数えと頑張っちゃなか。10匹ちょうどやったよね。 10匹ちょうどです。1匹も死んどらんす。11匹おるやん。 11をマジ ?1 匹サービスしてくれた。10匹って言うのやった。いや数えたらどう考えても2、4、6。うち10匹からですって言われたっすもんね。あマジや11を1匹サービスしてくれてる。生まれた。今気づいた。あ、でもめっちゃ優雅に泳ぎ出したやん。ちょっと水が汚いのは気に食わないな。ちび食え食えほ食え。らすごい気になってる。ちび食え食え。ちびなんかね食うぞ。あ、ちょんちょんされよいよ。気になっとなんかねなんやろうかってメダカ入れればすぐ食うんでしょうね。金魚食べるシーンは今度ですかね。ね。はいじゃあそんな感じでニューお魚さんでした。ね仲間がまた増えたね。はい。増えたね。でこいつらがちょっと大きくなったら俺の実家にいる魚も連れてきたいと思います。なるほどね。それ宮里ちゃんとはいあ大丈夫です。じゃあこの人はゆき担当で、はい作は徳ちゃん担当で、抜け作はもうみんなにね手かけてもらえるよ。じゃあそんな感じでまた今度なんか餌取り編とか、ねはいあと水槽の掃除とかいろいろ動画あると思うのでヨーレスが裸で出てきてじゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたね。